ちは。 IMS の村井です。さて、今回は永住許可申請の要件を少し詳しく見ていきたいと思います。まず就労資格から永住許可申請の要件の中に素行が善良とありますが、どのようなことなのかと言いますと、まず当然逮捕されたことがあったり、起訴されてしまったり、懲役刑を課せられてしまったりという方に関しては、まず永住許可申請で申請を行っても許可を得ることは難しいと思われます。罰金刑はどうなのかということになりますが、軽微な交通違反、例えば駐車違反などでは問題がないと思慮いたしますが、スピード違反などで赤切符を切られた場合は、永住許可申請を行っても許可を得るのが困難になると思われます。次に、独立の生活を営む能力がある、または特別な技能を持っているということですが、当然ご自身が得ている収入の中できちっと日本で生活ができることが大前提になってまいりますので、その辺の年収、例えば独身の方ですと300万円以上が必要となってまいります。これは法務省や入管の方では正確な金額は発表していませんが、先ほどの金額は私どもが入管に申請した経験値に基づいた金額でございます。当然日本政府としても永住許可申請を与えた後に永住者の方に生活保護などを受けられてしまうと困ってしまうわけですね。ですのでこの要件があります。そして永住許可申請の注意点ですが、海外にご両親などをご自身の扶養に入れられている場合、先ほどの年収要件ご説明した300万円以上では許可が得られませんので、それなりの金額の上積みが必要になってきます。また転職回数ですが、頻繁に転職をしている、または転職と転職の間に転職期間があり無職だった期間があるというようなことがありますと、当然10年要件に引っかかってきますので注意する必要があります。次に永住許可申請を行うには身元保証人、日本人か永住者からの身元保証が必要になりますので、きちっと身元保証してくれる方を探しておくことも重要なことだと思います。最後に在留資格、高度専門職の方ですが、この方々が永住許可を得ますと、今まで認められていた親の帯同、家事使用による帯同ができなくなりますのでご注意が必要です。配偶者の方は永住者の配偶者に在留資格を変更すれば従来通り就労に就くことができるので心配はいりません。以上、永住許可申請の要件について詳しく見てきました。次回も他の永住許可申請について説明をしていきますので、ぜひ IMS チャンネルのご登録をお願いいたします。また詳しい情報をお知りになりたい方は、この動画下のリンクをクリックしていただくか、検索サイトで IMS 永住で検索をしていただきますと、より詳細な情報を得ることができます。それではまたありがとうございました。